皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、悪用禁止、アカシックレコードにアクセスして、魂の情報を引き出す方法ということでお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくとですね、アカシックレコードにつながりですね、そこからですね、いろんな人生のヒントがもらえたりするわけなんですね。そういうところにつながるとですね、いろんなことを知ったりするので、悪用禁止というふうに言わせていただいておりますが、でもこれは基本的にはですね、すごく自分を助けてくれたり、自分に必要な情報が入ってくるということですので、そういうことに興味があれば最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、皆さん、アカシックレコードって聞いたことはありますか？よく名前で聞いたことはあるけども、どんなものなんだろうって思ってる人っていっぱいいらっしゃると思うんですね。このアカシックレコードっていうのはですね、簡単に言うと、宇宙にはですね、この地球上のすべての情報がですね、蓄積されている、図書館みたいな、またはデータを貯めているバンクみたいなところがあるわけなんですね。で、そこにはですね、いろんな情報があるわけですよ。例えばですよ、僕たちの過去世であったり、過去、今まで生きてきた、生まれてから今までのこととかですね、自分も忘れてしまっているような内容とか、または未来の情報なんかもですね、そこに入っていたりするということなんですね。で、このアカシックレコードからですね、この情報をもらおうとするときに、例えばですよ、この宇宙の起源、始まりはどんな感じだったんだろうっていうようなことっていうのは、なかなか情報を得にくいというか、難しかったりするわけなんですけども、反対にですね、自分のこと、例えば自分のこのトラウマがあります。問題があります。心の。それがですね、なんでこれが起こっちゃうんだろうっていうような理由を知るためにですね、このアカシックレコードにつながって、なるほど。自分は過去世でこんなことがあったから、今こんなことが起こってるんだとか、過去のこの時に忘れてたけど、こんなことがあったから今こういう風になってるんだっていうようなですね、自分に関わるようなことっていうのは意外と簡単につながって、アカシックレコードから情報を得たりすることができるということなんですね。そうすると、人生の目的であったりですね、生きる意味なんかも知ることができて、なかなかこの人生を生きやすくなったりするということにつながっていくということです。この方法としてはですね、潜在意識っていうのがあります。そこにつながってですね、そこからアカシックレコードにつながっていくっていうようなイメージなんですけども、これをですね、例えば、スピリチュアルのことに興味があって、瞑想とかしたりですね、こういう霊性開花、霊感を強めていくような学校に行ったりしてる人っていうのは、そのアカシックレコードにつながるっていうことが、普段練習してるのでね、やりやすかったりするわけなんですが、じゃあ一般の人は、やってない人はどうなのって思うでしょ？でも意外とこれはですね、簡単にできたりするものなんですね。で、その方法というのはですね、宇宙に問いかけてくださいっていうことなんです。宇宙に対してですね、これはどういうことなの？なんで私の人生こういう風になってんの？私はどうしたらいいの？私の生きてる意味はどういうことですか？なんかをですね、ずっと宇宙に問いかけてるといいんですね。そうすると、その意識が宇宙に向かっていくのでですね、宇宙なり、そのアカシックレコードに向かっていくということです。そうすると、どんどん自分の潜在意識の中でアカシックレコードにつながってくれてですね、そして答えがいろんな形で返ってくるっていうことにつながるっていうことなんです。そうすると、自分の中で、なるほど、こういうことなんだ、こうするといいんだっていうような、いろんな情報を得ることができるので、自分の人生を生きやすくしていくっていうことにもつながるっていうことなんですね。ということでですね、今日はそのアカシックレコードにつながりやすくなる方法をですね、ご紹介していきたいと思います。3つご紹介していきましょう。まず1つ目。1つ目はですね、瞑想をするです。これはもうスピリチュアルの世界では王道なんですけども、瞑想っていうのは本当に大切なんですよ。瞑想っていうのは何が大切かっていうとですね、私たち生きてる時、起きてる時っていうのは、外に気持ちがいってるわけです。これをしないといけない。この仕事のことを考えたりですね。あの人とこうしないといけないとか、そういうことをずっと考えてるでしょ？外に、意識がいってるわけですが、瞑想の時っていうのは反対に、自分の中にっていう意識を持つ。
っていう時間になるわけなんですね。そうすると、どんどんこのさっきから言っています潜在意識というものに入っていくわけです。そうすると、どんどんアカシックレコードにも潜在意識を通して繋がっていきやすくなるということなんですね。だから瞑想っていうのは自分と繋がる、またはアカシックレコードと繋がるということにもなっていくっていうことなんですよ。だから何をすればいいかというとですね、これも宇宙に問いかけてくれればいいわけなんですね。だから瞑想やりますっていう前にですね、今日は瞑想をやりますが、こういうことを知りたいので宇宙よ教えてくださいみたいな感じでお願いして普通に瞑想していくとかですね。瞑想している間もですね、もし宇宙に問いかけたいことがあれば、なんか今自分のいい感じで中の潜在意識につながったなと思った時にですね、ちょっとこの答えをくださいみたいなことを宇宙に問いかけてみるといいということですね。そうすると宇宙がいろんな形で答えてくれるということです。ポッと頭の中に浮かんだりということにつながっていくということなんですね。はい。そして二つ目はですね、夢を見るっていうことです。これはね、夢を見る人見ない人って結構いらっしゃいますが、夢を見ている時っていうのはですね、結構僕たちは自分の潜在意識の中につながっていたりすることが多いわけなんですね。はい。ですからこの潜在意識につながりやすい夢を見ている、寝ている間っていうのはですね、アカシックレコードにもつながりやすくなってるっていうことです。だから、こう寝る前にですね、宇宙よ、これちょっと教えてくれないとか、これはどうなってんだろうっていうようなことを聞くとですね、宇宙が夢の中で教えてくれたりするっていうことなんですね。で、例えばですよ、こういうことが起こってたんですが、テレビでですね、Dreams Come True の吉田、美和さんがテレビに出てたんですね。で、その方が質問されて、吉田さんはいつも音楽どうやって作ってるんですかって聞かれたときに、吉田さんが答えてたのが、私ね、どんなのがいいかなってずっと考えてると、夢の中で音楽、もう歌詞と音楽がバーッとフレーズが出てくるんですね。で、これいいじゃんと思った時に、その吉田さんのすごいのをバッと起きてですね、バーって書き留めたりするらしいんですけども、その吉田さんもですね、寝てる間にアカシックレコードにつながって、いつも、何かいい音楽ないかな、教えてくださいみたいな感じで気持ちがなってるから、この宇宙がですね、アカシックレコードとつながってこういうふうに歌作ればいいんじゃないですかっていうヒントをくれてるっていうことなんですね。これはですね、吉田さんだけがすごく特別にやってるっていうわけではなく、僕から見てると誰でも同じことができるっていうことです。ただ、吉田さんみたいにですね、もし質問があれば、これはどうなってんだろう、これ知りたいなって思っておく。そして寝る前とかにですね、宇宙よ、これよかったら夢で見させてくださいみたいな感じの気持ちを持って寝ていくといいっていうことです。そうすると夢の中でポッと見たりするっていうことがあるわけなんですね。はい。これも結構簡単にできることなので、ぜひやってみていただきたいと思います。そして3つ目はですね、単純作業をするっていうことですね。これはちょっと長い間ですね、コツコツとするようなことをやっていると、結構自分の潜在意識、そしてアカシックレコードにつながりやすくなったりするということが起こるわけなんですね。例えば僕がよくお勧めしているのはですね、ちょっと近所の20分か25分ぐらい歩く神社にお参りに歩いていくとかね。ゆっくり歩いていく。その時にですね、質問があれば宇宙に聞きながら歩くとかですね。または趣味でもいいと思います。僕なんかはピアノを弾きますので、ピアノを練習してる時っていうのはやっぱり2、30分弾いたりするじゃないですか。そういう時って結構無になって弾いてたりするので、そういう時にですね、質問をしていると、ポッと答えがやってきたりするということなんですね。はい。ですから、皆さんもね、いろんな趣味があると思います。手芸でもいいですし、絵を描くでもいいんですけども、そういう時にですね、ちょっと意識をして宇宙に聞きながらやるといいということですね。で、この単純作業をする前とか、途中でもいいです。ですから宇宙に聞いておくとですね、自分の頭の中に直感のような感じでですね、これっていうような感じで生まれてくるので、それに、気づくということができれば、いろんな情報を得られるということなんですね。こういう宇宙に問いかけをするとですね、本当にこんな感じでアカシックレコードにつながっていろんな情報が降りてきたりするわけなんです。はい。こういうアカシックレコードにですね、アクセスしてもらう情報っていうのはすごく自分にとって人生の指針になっていくようなこととかですね、意味を知る。人生の意味を知るっていうことにもつながっていくので、とてもいいものなんです。
ですから、ぜひ皆さんにもですね、アカシックレコードにつながっていただいて、情報を得ていただきたいと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとかゲイのこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてですね、僕、5日間でオーラを見る方法、伝授という無料メルマガを作っております。これはですね、毎日メールが来て、3日目ぐらいから動画が来るんです。その動画の通りですね、練習をしていると、簡単にオーラが見えますよっていうものなんです。このオーラが見えるようになってくるとですね、やはりスピリチュアルな世界とつながりやすくなってきて、そして今お話ししたアカシックレコードにもつながりやすくなるっていうことなんですね。はい。本当にオーラを見るっていうことはですね、簡単にできますので、ぜひ皆さんもですね、概要欄にある、登録をしていただいてお試しいただきたいと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな？それではまたお会いしましょう。さよなら。